コシが強くて歯ごたえがあります。箸で麺を持ち上げる時にすごく力がいりますね。自家製の辛みなんですけど、とろっとろ。質が変わったりとか、本当毎日毎日が違ううどんだなっていうところに一番悩んだんですけども。こんにちは、KTV です。今回は吉田のうどんお店紹介シリーズ第5弾です。今回はしらすうどんさんにお邪魔します。それでは早速食べに行きましょう。いらっしゃいませ。どうぞ。そしたら肉かけを一つお願いします。はい。はい、ありがとうございます。それでは早速いただきたいと思います。こちらがお店の人気のメニューの肉かけうどんです。お肉がすごいたっぷりで美味しそうです。もちろん吉田のうどんならではのキャベツも乗っています。こちらがですね、追いキャベツです。麺からいただきたいと思います。いただきます。コシが強くて歯ごたえがあります。箸で麺を持ち上げるときにすごく力がいりますね。続いて馬肉、大きいですね。結構いただきたいと思います。よく見る吉田のうどんの馬肉って結構細かく切られてるものが多いかなっていう印象です。こんなに大きいサイズ初めて見ました。いただきます。甘めの馬肉かなって思います。ただ馬肉の癖はないように思います。サイズが大きいのでお肉だけでもすごい食べ応えがあります。キャベツと人参も乗っています。いただきます。柔らかく仕上がっていて甘めのあるキャベツです。吉田のうどんならではのキャベツですね。続いておつゆをいただきます。透明度のあるおつゆで美味しそうです。いただきます。うどんが運ばれてた時のおつゆの香りもすごくしたんですけど、口に入れて鼻に抜ける風味がすごく感じられるおつゆになっています。辛みを紹介します。もちろん自家製の辛みなんですけど、ちょっと見えますか？結構トロットロのすり種ですね。ごまの香りがすごくします。入れてみたいと思います。しらすうどんさんのすり種はすごく人気みたいで、買って帰られる方も多いそうです。すり種を入れてみたおつゆをいただきます。結構辛いですね。ただ辛みの中にごまの風味とかもしっかり感じるすり種だなと思います。今結構少なめに入れたんですけど、口に入れた瞬間ピリッとくるような辛さになっています。こちらがしらすうどんさんの揚げ玉です。結構細かいですね。食う時点でもうサクサクと音がする揚げ玉です。それではいただきます。細かい揚げ玉なのでしっかり麺とか具材に絡まってついてきて、つゆを吸ってもサクサクしてる食感が残っててすごく美味しいです。ただうどんに合う主張しすぎてない揚げ玉かなと思います。
追加で頼んだキャベツなんですけども、地元の人の食べ方を紹介します。最初に、このすり種をお好みで入れます。私ちょっと辛めが好きなので多めにちょっと入れます。味の素をかけます。どれぐらいがいいでしょう。これぐらいですかね。最後にテーブルに置いてあるこちらのお醤油をかけて食べるそうです。これが地元の人が結構やってる食べ方らしいです。完成です。入ってるのはキャベツの上にすり種と味の素とお醤油をかけるだけですね。ちょっとこの食べ方で食べてみたいと思います。いただきます。うどんを食べていてちょっと味変したいなって思ったらこのキャベツを食べてまたうどんを食べるのがいいかもしれません。でこちらはうどんとは別に食べてもいいみたいなんですけど、このうどんに入れる人もいらっしゃるみたいです。これが結構地元の人が食べられる食べ方みたいです。辛いのが好きな方はもちろんすり種を多めに入れるのもおすすめだと思います。続いて肉付けうどんを頼んだので肉付けうどんをいただきたいと思います。こちらもお店の人気メニューみたいです。長いですね。腰が強くて長いので箸で持ち上げるのがすごく大変ですね。ちょっとつけていただきます。よいしょ。やっぱりこうあったかい麺と冷たい麺でコシの強さがまた変わってきます。あったかいうどんの麺ももちろんコシが強いんですけど強いかなと思います。歯ごたえ抜群です。キャベツを入れて食べますね。キャベツをいただきます。つけ汁に入れるとキャベツが柔らかくなっておつゆの甘さでさらにこう甘みが増して美味しいです。肉付けうどんは麺の上にお肉が盛られてるんではなくておつゆの中にもうお肉が入っています。いただきます。柔らかくて甘みがあります。やっぱりこう大ぶりなので食べ応えのある馬肉だなと思います。つけ汁をいただきます。お肉を入れてからおつゆをかけているみたいなんですけども、お肉の旨味がおつゆに出ててすごく美味しいです。麺は冷たいので暑い夏これからの季節にいいかなと思います。ごちそうさまでした。それでは食べ終わったら食器を返却しに行きます。よいしょ。ごちそうさまでした。ありがとうございました。じゃあまずお店のこだわりは何ですか？お店のこだわりは見てもらっての通り作ってる作業とか見れるオープンキッチンになってまして、何を作ってるのかっていううどんを作ってるところとか見れるところが特徴だったり、車椅子の方でも入れるような形にしてますので、テーブル席も設けてあったり、お子さんがいても大丈夫なように小上がりも用意してあります。おすすめのメニューと、何かその理由があったら
教えてください。おすすめのメニューは肉かけうどんがおすすめで、はい肉は、馬肉を使ってまして、それに、キャベツとあとシンプルの醤油ベースのスープになってまして、それで食べていただければいいなとは思ってるんですけど、はい、お店を継がれて3代目なんですよね。こう継いでいくのって多分すごく大変なことがあったと思うんですけど、何が大変でしたか？一番大変だったのはまず仕込み用の方は6年間ぐらい一緒に先代と行ったことがあるんですけれども、技術のところでやっぱり悩んだりとか、サラリーマンをやってたものなので一通りの作り方っていうのを全く知らない中で、一からスタートの中で季節だったりとか、そういう気温とか体調とかでうどんの麺の質が変わったりとか、本当毎日毎日が違ううどんだなっていうところに一番悩んだんですけどね。本当にブレが初めの頃はすごいあったんですけど、最近はブレが、あんまりないようにこう毎日同じように作ってお客さんに提供しているような気持ちでいます。つり種がしらすうどんさんすごく人気があると聞きまして、何か特徴はありますか？うちのすり種はよく味噌みたいな形って言われるんですけど、ごまと七味と醤油で練り合わせたものなので、多分ごまが味噌っぽくなってるだけで、うちは本当に醤油とごまと七味で練り合わせています。いつも来てくださる方やこれから来てほしい方たちにメッセージをお願いします。粉から手作りで全て手作業で作ってまして、日中夜通してお客様に美味しいうどんを提供できるようにやっていきたいと思うので、ぜひこれからもよろしくお願いします。